皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日はすごく暖かい日なんですけど、ちょっと可愛いセーターを着たいなと思って、最近新しく買ったピンク色のセーターを着ています。私はあんまり自分にピンクが似合わないかなって思って着ることが少ないんですけど、あまりにも可愛かったので買ってしまいました。この前、衝動買いをしないっていうお話をしたばっかりなんですけど、全然しちゃいましたね。ちょっと可愛くて。で、今日のポッドキャストでお話ししていきたいのは、向き、不向きについてなんですけど、皆さん、例えば、これ向いてるとか、これ私には向いてないとか聞いたことありますか？向いてる、向いてないっていうのは自分に合っているか、これ自分に合ってるな、マッチしてるなって思うか、合ってないっていうのは、これ自分にはちょっと違うなっていう違和感があったり、自分にマッチしないなとか、そういう感じが合ってないものなんですけど、例えばわかりやすく言うと、ホテル、ホテルの仕事、ホテルのフロントでいろんな人とお話しするお仕事が向いている人、それが自分に合っているっていう人もいれば、逆に人と話すのが苦手だなって思う人もいらっしゃると思うんですね。で、今日はそういう向き不向きについてお話ししていきたいんですけど、なんでこのお話をしようと思ったかというと、最近ですね、実は新しいことにチャレンジしました。このポッドキャストで新しいことにチャレンジしたんですけど、見事にですね、自分に向いてなくて、私に合ってなくて諦めたんです。チャレンジしたけど消しました。皆さんに動画を見せることなく、もう全部消しちゃったんですけど、それが何だったかというと、1時間ポッドキャストですね。1時間ポッドキャスト。皆さん聞いたことありますかね？ 1 時間ポッドキャストは最近少し流行ってるというか、いろんな人が作ってらっしゃるイメージがあるんですけど、とにかくただただ1時間のポッドキャストです。私の動画はいつも15分から25分ぐらいで作ってるんですけど、それが1時間に伸びたものですね。で、それにチャレンジしたんです。皆さんの中にももっと長い動画を見たい方もいらっしゃるんじゃないかなって思って、1時間話してみたんですね。で、正直話の内容はちゃんと面白く撮れたし、まあ、納得できたっちゃできたんだけど、でもですね、なんか30分ぐらいを超えたあたりから、私が集中できなくなったんですね。そう、話してる私が集中できなくて、自分が何を話してるのかわからなくなってしまったり、次何のお話をするつもりだったか忘れてしまったり、そんな風になってしまって、正直自分には向いてないなって思ったんですね。その1時間のポッドキャストが。1時間っていう長さでポッドキャストを撮るのが、私にとってはすごく難しくて、でも最近日本語のポッドキャストを作ってらっしゃる方が、かなりなんか1時間とか2時間とか、そういう長いのを作ってらっしゃる方が多いイメージなので、私もやってみるかみたいな軽いノリでやったんですけど、無理でしたね。一言で言うと、ちょっと私にはダメでした。なので、これからも1時間ポッドキャストを作ることはないと思うんですけど、なんか私はそもそも日本人のポッドキャストを見たことがなくて、やっぱり私は日本語を勉強しているわけじゃないので、英語を勉強してるから、できるだけ日本語を聞くよりも英語を聞きたいし、やっぱり
聞きたいトピック、自分が興味があるトピックも英語で話してらっしゃる方の方が多いなって思うので、私は日本語のポッドキャストを聞かないんですね。なので、皆さんが1時間の中で何を話してるかとかもあんまり知らないんですけど、でも私なりに楽しいって思えるようなお話を1時間しようと思って撮ったんですけど、でもやっぱり、なんか1時間話すということ自体が私には難しかった。なんか集中力が続かなくて。いつもの動画の長さ、だいたい30分、20分ぐらい。それくらいが自分には合ってて、最後まで集中して、しっかり頭で考えながら話せて、ぐちゃぐちゃにならない、一番ぴったりの自分に合ってる長さなんですね。自分に向いてる長さ。他にも私に向いてるものって言ったら、ゲームですね。私はもともとゲームが好きなので、ゲームの動画を作ることも好きだし、自分に合ってるなって思う。でもやっぱり他の方が作ってらっしゃる1時間ポッドキャストとか、誰かと一緒に撮影するグループでのポッドキャストとか、あと外で撮影する Vlog とか、そういうのは私はちょっと多分できないんですね。人と話すことも苦手っていうか、あんまり、うーん、なんか誰かとコラボして動画を作るとかもきっとないと思うし、なんかコラボするってなっても私は多分自分の話したいことを話せないと思うから、それは私にとってなんかあんまりいいことじゃないというか、私は自分らしさを大切にしながら動画を撮りたいので、どうしても自分らしさが出せない作り方はしたくないし、できないと思うんですね。外で動画を撮るっていうのも私はすごく不安があって、人に見られるのも怖いし、人にあの人何してるんだろうって言われるのも怖いし、そんな風にちょっと向いてないこともあるんですね。向いてることと向いてないことがあって。で、正直私は別に向いてないことを無理してやろうとも思ってないし、それよりも向いてることをもっともっと頑張りたいって思うんですね。正直学生の頃ってテストがあるから、この教科自分に好きじゃないから、この教科は自分に好きだからとか言って決めれるものでもなかったじゃないですか。受からないと卒業できないからやるしかなかったんですけど、今大人になって思うのは自分で選ぶことができる。良くも悪くもすべて自分で選ぶ必要があって、例えば、自分に向いてなくてもやるっていうのは選択肢の一つ、チョイスの一つだし、でも私みたいに向いてるものをやらずに自分に向いてるものをもっと磨くっていうのも一つの選択肢だと私は思うんですね。もちろん、向いてないことでもチャレンジしてみるのはすごくいいことだと思うし、私も実際に今回チャレンジして無理だって気づいたからやめたけど、もし私がチャレンジせずに今もこの20分、30分を作り続けてたら、正直私は心の中でなんか誰かの動画がおすすめに出てくるたびに、私も1時間ポッドキャスト作らなきゃとか思ってたと思うんですね。で、それを多分ストレスに感じてしまうというか、やらなきゃいけないっていう義務感に襲われてしまってたと思うんですけど、でも正直、今はそういう1時間ポッドキャストが流れてきたとしても、私にはもうチャレンジできないことというか、私はもうしないって決めたことだから、それを見ても、例えば、あ、自分はなんでこれができないんだろうって思うこともないし、だからすごくプラスになったんですね。
向いてないことにもチャレンジしてみて、そして失敗してみるっていうのが、今の私にとってはすごく大切だったなって思います。で、これは、ポッドキャスト以外のことにも言えて、例えば皆さんにとって、いろんな言語の勉強方法があると思うんですね。皆さんが日本語を勉強していて、とにかく人とたくさん話すことで勉強したいっていう人もいれば、それは合ってないからもっと一人でコツコツ映画とか見たり YouTube 見ながら勉強したいっていう人もいると思うんですね。で、私はそれは両方すごいことだと思うし、どっちが良くてどっちが良くないっていうわけではないんですけど、まあ、私も同じなんですね。次の動画で私の英語の勉強方法について、今まで経験してきた勉強方法、私が本当に初めて英語に触れた時から今までどうやって勉強してきたか、どんな方法を使ってどんな方法が自分に合ってたのか、そういうお話をしたいなって思ってるんですけど、それと同じできっと皆さんにも私にはこの勉強方法が向いてなかったとか、この方法はもう頑張っても無理。人と話すのは怖いとか、逆にこの方法ならすごく楽しめるとか、そういうのがあると思うんですね。で、私が言いたいのは、それを大切にしてほしいなって思うし、私もそれを大切にしたいなって思う。楽しむこと、自分が楽しめるかどうか。例えば、このポッドキャストもだけど、私がずっと自分にとって興味のない話題を話し続けてたら、正直今まで続いてないと思うんですね。楽しくないからやめてたと思う。でも私が今までもう1年以上続けることができてるのは、多分私が話したいことを話してるからなんですね。正直私が話したいことしか話してなくて、私のメンタルヘルス、心の話とか、私の昔の話とか、将来の話とか、日本文化も、そういう私に興味があることしかお話ししてないんですね。だから続けることができてて、だから楽しいなって感じることができてて。なので、私にとってこの考え方はすごく大切なんです。なんか、日本語のポッドキャストを作るなら、自分に向いてない1時間もチャレンジしなよって思う方もいらっしゃると思うんですけど、私はこれから先も1時間ポッドキャストを撮るつもりはないし、結構グループとか2人3人とかで動画を撮ってほしいって言っていただくことも多いんですけど、正直私には多分無理だと思います。もう人と話すことがとにかく怖いし、不安に感じるので、本当に、コラボしたとしてもすごく少ないと思います。これからね、そういう動画も作りたいって思ったことももちろんあるんですけど、でも冷静に考えると私にとってはすごく難しいし、それがストレスになって、ネガティブな考えとかになってしまうなら、私はあんまりやりたくなくて、自分が楽しめる、一人で、そして自分に興味があるお話、映画のこととか、メンタルヘルスのこととか、そういうことについてお話ししたいなって思ってます。なんか少し話が変わるんですけど、この前人にこの食べ物が嫌いなんて不幸だねって言われたことがあるんですね。不幸っていうのは幸せじゃないってこと。あなたは幸せじゃないねって、たった一つの食べ物のことで言われちゃって、私は少しなんかそれを聞いて嫌な気分になったというか、悲しい気分になったんですね。ただただ私に向いてないもの、私が好きじゃないものを好きじゃないって言っただけで、あなたは幸せじゃないって言われたことがすごく辛かったんですけど、でもよくよく考えると、なんか気にすることでもないなと思って。
私は他に好きなことがたくさんあるし、自分に向いてるものもたくさんあるし、だからそういうのを磨き続けるというか、そういうのを好きでい続ける、楽しみ続けるっていうのが幸せに生きるために必要なんじゃないかなって思うので、もうその言葉は気にしないようにすることにしました。なんか私はすぐに落ち込んでしまうことが多いので、なんか、なんて言うんだろう。そういうちょっと悲しい言葉を言われると私も悲しくなっちゃうんだけど、でも、まあ、私はその一つの一つの食べ物が嫌いなだけで自分が不幸だとは思わないし、1時間ポッドキャストが撮れないだけで私はダメだとも思わないし、何よりも大切なのは、私の好きな食べ物を食べることとか、私の好きなことをすること。私が自分に合ってるなって思う20分ぐらいのポッドキャストを作ること、ゲームの動画を撮ること、そういうことが私にとって大切なことなんじゃないかなって最近は考えるようになりました。なので皆さんにもそれを知ってほしいなって思って、向いてるもの、向いてないもの、人それぞれあると思うんですけど、向いてないものを自分が無理してまで頑張る必要は私はないなって思うし、それよりも私が大切なのは、皆さんが楽しいって思えること、皆さんが向いてるなって思えることをもっともっと頑張って、なんて言うんだろう。磨くというか、もっともっと素敵になるんじゃないかなと思います。それが今日伝えたかったこと。あと、私は1時間ポッドキャストもできないし、きっとグループで複数人でポッドキャストを作るっていうことも正直できないっていうことをちゃんと皆さんに伝えておきたくて、この動画を作ることにしました。私以外にたくさんそういうのを得意としている人と話すのが好きで、そういうポッドキャストを作るのが好きっていう方もいらっしゃると思うから、そういうのを見たい人は、そういう私みたいに苦手な人じゃなくて、得意な人が作ってるものはもっともっと素敵なものだと思うから、そういうのを日本語の勉強のために見たら、皆さん自身ももっと楽しんでもらえると思います。では、皆さん今日はこんな感じで、私の向き不向きですね。私に向いてるもの、向いてないもの、チャレンジしたけどちょっとダメだったもの、そんなことについてお話ししてみました。いかがでしたか？今日も楽しんでいただけていたらすごく嬉しいです。今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さん、今日も本当にありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。